皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は東京散歩シリーズ湯島天神梅まつりのご紹介です。この東京散歩シリーズでは神社仏閣や商店街巡りをしながら食べ歩きも楽しむ内容となっています。そして今回はちょうど梅まつりが開催されるというので、食べ歩きをしつつ湯島天神梅まつりでお花見を楽しみたいと思います。湯島天神は東京都文京区にあり、最寄り駅は東京メトロ湯島駅や上野広小路駅、 JR 御徒町駅や上野駅などアクセスのいい場所にあるんですよ。さて、この散歩のスタート地点は JR 上野駅です。ここから歩いて12分ほどの場所に今回の目的地湯島天神があるんですよ。もっと近い最寄り駅もあるのですが、少し寄り道したい場所があるのです。というのもこの時はちょうどお昼時。まずは腹ごしらえから。私たちが向かったのはこちら、黒船亭です。黒船亭は上野公園の入り口近くにあります。こちらのお店は上野の老舗洋食屋の一つです。老舗レストランとはいえ開店時間から20分ほどしか経っていないので、並ばずに入れるだろうと思ったのですが、まさかの1時間待ち。私も夫もお腹が空いていたので待てそうにありません。ということで他のお店へ行くことに。夫が数年前に食べて美味しかったという担々麺屋さんが近くにあるので行ってみることにしましたよ。四川担々麺合うんです。白ごま担々麺とつゆなし担々麺が看板メニューのよう。こちらも人気店ということもあり、すでに2名ほど並んでいましたが、お客さんの回転はラーメン屋さん同様といった感じなので、並んでみたところ5分もしないうちに店内へ入ることができ、食券でチケットを購入します。店内の待合スペースには食べログ百名店のステッカーが飾られ、百名店の常連であることがわかりますね。そして並んでから20分も経たずに着丼。美味しそう。白ごま担々麺と半ライスを注文です。それではいただきます。肉味噌そぼろがたっぷり入っていますね。スープもシャバッとしておらず濃厚そうです。美味しそう。麺はというとスープがしっかりと麺に絡んでいますよ。ラー油の辛さと花椒のしびれを6段階の中から選べるのですが、初めての人はそれぞれ2段階がおすすめということなので、ラー油と花椒は2にしましたよ。スープはそこまで辛さはなく、白ごまの甘みを感じます。後味に花椒のピリリとしびれるような辛さがきて、これはやみつきになる美味しさ。私も夫も思わず夢中になって食べ進めてしまいました。食べていると桜えびを発見。この桜えびが旨味と風味と食感にアクセントを加えていて、とんでもなくいい仕事をしてくれています。麺を食べ終わるとここで半ライスの出番です。担々麺とライスの相性は抜群にいいですからね。これで最後まで美味しくいただこうと思います。ここのスープはごまの風味がいいので一言で表すとうまー。さて、お腹が満たされたら目的地湯島天神へ向かっている間、湯島天神や現在開催されている梅まつりについて簡単にご説明すると、湯島天神は湯島天満宮とも言われています。学問の神様として知られる菅原道真を祀っているため、受験生やそのご家族が合格祈願をされるということで有名ですよね。
私たちは合格祈願ではなく2月8日から湯島天神梅祭りが開催されるというので行くことにしたんです。この梅祭りは2月8日から3月8日まで開催されており、毎年延べ40万人の人が訪れるそうですよ。この梅祭り自体はなんと江戸時代から続いており、江戸の庶民もたくさん集まったとても賑やかな場所だったそうです。というのも道真公の梅にまつわる話が数多く残っており、例えば道真公が5歳の頃に美しや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞあるという歌を読んでいて、その他にも逸話は残っていますが、それは後ほどご紹介しますね。説明をしていたら湯島天神に到着です。梅祭りの開催中ということもあり、境内の中は出店や参拝客で大にぎわいです。食べてきたばかりですが、お好み焼きや串焼き屋など美味しそうな匂いについついつられてしまいそうですが、まずはお参りをしてから境内の中を散策したいと思います。参拝の列も人でいっぱいとはいえ、いくつも列があるのでどんどん前に進んでいきますよ。ちなみにこの近くにある神田明神は震災や戦災による焼失により社殿を鉄筋コンクリート造りにしているので、こちらも同様かと思いきや、この社殿は総ヒノキ造りだそうです。老朽化により平成7年に再建されたとのこと。参拝を済ませると境内の散策スタートです。もう少ししたら満開の梅と狛犬の様子が見られそう。そして梅とゆかりのある神社だけあって台座も梅の木が彫られています。またさすが合格祈願で有名なだけあって志望校への合格を願掛けした絵馬もたくさんありましたよ。向かう途中でお話ししていた道真と梅の逸話ですが、太宰府へ左遷される際に自宅の梅の木に「こち深場匂い起こせよ梅の花主なしとて春な忘れそ」という別れの歌を読み、梅の木が道真公を慕って一夜のうちに太宰府に飛来したと伝えられる飛び梅伝説まであるそうです。またこんな石碑もありましたよ。文具四方碑。さすが学問の神様に由来する神社だけあり、文具にまつわる石碑が建てられています。こちらは起源標準石。迷子がいた時、その子の特徴を書いた紙を貼って知らせた迷子知らせ石標の名残だそう。このことからも境内が人でにぎわい、江戸有数の盛り場であったことがわかりますよね。そしてなぜか王貞治氏の努力の日もありました。王さんは国民栄誉賞と正力松太郎賞を受賞し、これを記念して石碑が建てられ、王さんはここに白梅を献木されたそうです。とても綺麗に梅の花が咲いていますよね。他にも様々な見どころがありましたので、境内の中を歩き回ってみてくださいね。そして今回のお目当ての梅園は境内の中に2カ所あります。なんと梅の木は300本ほどあるそうです。ただこの時はまだ梅祭りが始まったばかり。つぼみが多めで満開になるのにはもう少し時間がかかりそうですが、こうして可愛らしい梅の花を見ることができました。梅の花を見ながら境内の中を歩き回っていると、湯島の老舗和菓子屋鶴瀬の出店がありましたよ。昭和5年創業の老舗和菓子屋で豆大福や豆餅が有名ですよね。花より団子というか、花見には団子がよく合うので、担々麺を食べたばかりですが、デザート代わりにみたらし団子を買っちゃいました。
私は洋菓子よりこうしたお団子やお餅が好みで、中でもみたらし団子は大好物です。そして最近夫はコーヒーに凝っているので、豆からひいてコーヒーをポットに入れてくれました。甘いものとコーヒーって最高の組み合わせですよね。みたらし団子を食べたら、お次は豆大福。食いしん坊には程がありますが、やっぱり鶴瀬の豆大福は食べないわけにはいかないですよね。梅の花を見つつ大福も楽しみます。いただきます。豆の甘みを感じられるとても上品なお味です。豆はしっかりと粒感があり美味しい。団子や餅を片手に可愛らしい梅の花をめでるのは、江戸の人たちとあまり変わりがないのかもしれません。また夜になるとライトアップもされるので、仕事帰りなんかに立ち寄って花見をされるのもいいかもしれませんね。そうそう、この日は催し物が開かれていましたよ。青森県、福島県、石川県の物産展です。梅まつりの期間は土日祝日に全国各地の物産展が予定されているので、ご興味のある方は湯島天神梅まつりのホームページをご覧になるといいかもしれません。この日以外では石川県や兵庫県、熊本県、福島県などの物産展があるそうです。私も夫もこうした物産展は好きなので、いろいろなお店を除いて買いましたよ。青森県の金星というりんごと自然薯と自然薯そばを購入しました。そしてこちらは奉納演芸です。日本舞踊、歌やダンス、太鼓などがありました。こうした奉納演芸も土日祝日には予定されているので、物産展と合わせてチェックしてみてくださいね。また2月23日にはなんとおみこしも出るそうです。これは盛り上がりそうですよね。ちょうど梅の花も見頃になっているかもしれませんよ。一通り見たら御朱印もいただきました。この時期は梅の絵柄の書き置きの御朱印もありましたが、直接御朱印帳に書いていただけるというのでお願いしました。美しい字ですよね。また偶然ですが、お隣も菅原道真を祀った金沢神社の御朱印です。なんかいいことありそうですかね。こんな感じでお参りをし、花見もし、物産展で買い物をして楽しみました。今回は湯島天神の梅まつりのご紹介でした。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。